80年前、太平洋戦争の日本敗戦後、日本を占領したアメリカのダグラス・マッカーサーと彼の率いる GHQ の目的は日本の復興と民主化だった。しかし日本に民主主義を成立させるには日本国民に選ばれた国会議員で作られる議会が必要だ。しかし日本で政治家の経験のある人材となると戦前、戦時中全体主義国家の日本で特権階級だった人間しかいない。つまり民主国家日本の国会議員を元特権階級の中から選ぶしかなかったわけだ。戦前、戦時中の日本で選挙の投票権を持っていたのは日本国民全体の 10% から 20% と言われている。しかし、全体主義国家の主張など、当時の特権階級に都合のいい、でたらめの場合が多い。実際に、選挙の投票権を持っていた者など、国民全体の 10% にも、満たなかった可能性だってある。その中で、選挙に立候補することが、許されたものとなれば、特権階級しかいない。本当なら、かつての特権階級ではない庶民に、民主主義の教育を受けさせて、その庶民が国会議員になった方がいい。しかし、戦前、戦時中、全体主義国家の中で、人権を認められず、選挙権など持ったこともない。日本の庶民が政治家になることなど、不可能だった。しかも GHQ の日本占領には期限がある。連合国軍最高司令官総司令 GHQ による日本の占領期間は1945年9月2日の降伏文書調印から1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約の発効まで約6年半だ。残念ながら国会議員になる日本の庶民を育てている余裕はマッカーサーにはない。戦後、民主国家の主権者となった日本国民の代表をかつて全体主義の日本で特権階級だった者たちがやる。矛盾している。そしてその矛盾にいつかは日本の庶民が気づいて修正するべきだった。だが戦後80年間日本の庶民はついにその問題に気づけなかった。
太平洋戦争敗戦後、それまで人権など認められたことがなく、特権階級の言いなりになるしかなかった。それまでの日本の庶民にとって、アメリカ占領軍が目指した日本の民主化は、当時の日本の庶民には理解できないものだったかもしれない。しかし、時間の経過とともに、日本の庶民は、民主主義とは何か、言論の自由とは何か、少しずつではあっても、理解し始める。そして日本のほとんどの庶民は、歴史上初めて、日本にもたらされた、民主主義と言論の自由を歓迎した。だが、歓迎したのなら、どうすればそれを失わずに済むのか。そこを考えるべきだった。だが日本人にはそれができなかった。そして日本人の中には、民主主義、言論の自由を歓迎しない者たちもいた。戦前、戦時中、特権階級だった者たちは、民主主義によって自分たちの特権を剥奪されたわけだ。彼らにとって民主主義は敵だったはずだ。昔の封建制度のような全体主義国家においては、権力基盤がその子孫に引き継がれる。子孫が最高指導者等の政権要職者について、事実上の世襲が行われる。しかし民主国家においては、血統ではなく、庶民の選挙によって選ばれた政治家が、国会議員として、政治を担うことになっている。だが、今の日本の政治権力の中には、大量の世襲議員がいる。つまり親が政治家、祖父も政治家。その曽祖父も政治家、という連中だ。つまり、血統で選ばれてはならない。民主国家日本の政治権力の中に、なぜか血統を引き継いでいる者が、大量にいる。日本の政界における世襲は、他国と比べても、飛び抜けて多いと言われている。なぜ日本ではそんなことが起こる？答えはたった一つ。彼らは親の利権を引き継いでいる。現代の日本の世襲議員の多くは、二世議員ではない。多いのは三世、四世議員だ。祖父や曽祖父まで遡る世襲議員となると、彼らはダグラス・マッカーサーが日本に民主主義をもたらす前、つまり全体主義の頃の日本の利権を引き継いでいることになる。つまり太平洋戦争前の
全体主義の頃の日本の特権が、未だに生き残っているわけだ。太平洋戦争後、80年間。政治権力を握ってきた。現在の与党の世襲の割合は、親族に首長や地方議員が存在する場合も含めて考えると、衆議院においては、政治権力を握っている与党の実に 41% が血縁継承者とされている。太平洋戦争後、民主国家となった。日本の憲法第14条にはこうある。すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されない。家族その他の貴族の制度は、これを認めない。栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。つまり、現代の日本の憲法では、利権は禁止されているわけだ。まして利権を子供に引き継ぐことなど、許されない。しかし憲法では禁止されていても、その憲法違反を取り締まる法律が、日本には未だにない。政治権力の司法、立法、行政のうち、立法、つまり法律を作るのは、政治家の仕事だ。しかし日本が民主国家になって、最初の政治家は皆、戦前の全体主義の日本で、特権階級だった連中だ。民主主義に馴染みのない彼らには、利権や特権の何が問題なのか、わからない。それに彼らは、日本の民主化によって、自分たちの特権、特に財産を、奪われている。当時の彼らは、民主国家の政治家でも、腹の中では、自ら進んで、日本の民主化に取り組もうとは、思わなかったかもしれない。確かなことは、日本の憲法では、80年前から、利権の存在を禁止しているのに、戦後80年間、日本の政治家は、利権を禁止する法律を、作ろうとしなかった、ということだ。太平洋戦争後、高度経済成長を実現させた日本は、世界第2位の経済大国とまで言われた。しかし当時の世界は、日本の経済力を評価しても、日本の政治力には疑いを持っていた。当時の日本の労働者は、
世界でも一流と言われたが、政治家は三流とも四流とも言われていたんだ。そして今は利権を持った三流や四流の子孫、つまり金持ちのボンボンが国会議事堂の議席の多くを占めている。本当ならもっと実力のある政治家がもっと多く日本に登場するべきなのさ。親から利権を受け継いだ三流や四流のボンボンが日本の国会議事堂にいつまでも居座っていたら、実力のある政治家は登場できない。これは俺たち日本の庶民にとっては大きな不利益だ。つまり利権には庶民の人権が含まれている。親から利権を引き継いだ三流や四流のボンボンが国会議事堂にいつまでも居座れば、俺たち庶民の人権は彼らに搾取され続ける。戦前の全体主義の頃の特権階級は全体主義の価値観を否定したりしない。そして全体主義の価値観では特権階級が自分たちの利権を守るのは当然のことだ。彼らにとって否定するべきなのは彼らから特権を奪った民主主義の方だ。そしてその考えを現代の国会議事堂の世襲議員たちは受け継いでいるのかもしれない。しかし民主主義の価値観では利権を持ち利権にしがみついて庶民の人権を搾取することは悪事だし、それは悪党のすることだ。そして日本の庶民が自由を奪われたくないのなら、悪党とは戦うべきだ。80年前、ダグラス・マッカーサーと GHQ は日本の民主化のために戦ってくれた。だが戦いはまだ終わりじゃない。自由を求める戦いに終わりなんかない。そしてダグラス・マッカーサーも GHQ ももういない。だからあとは日本の庶民がその戦いを引き継ぐべきだ。だがなぜか80年もの間、日本人にはそれができなかった。再生リスト11に続きます。